さんこんにちは。安いマイクを買いました。こちらちょっと気分上がるなと思って買いました。そう、ここは大家さんのところで、大家さんが私に植物貸してくれてるリビングです。私の部屋がすっごく小さいんですね。四方八方に女体がと思って、これねえで、女体どちらにしどの価格にしてもちょっと女体が映る。あ、これだったらいいかな。そうなんで、ちょっと今日はいろいろ話していこうかなと思ってます。そうまず最初にタイトルで「打つ」って使ったと思うんですけど、なんかそれが始まったのが去年の10月ぐらい冬かな。だから約1年前の話、1年前に始まって、私は最初に言うとそれに気づかなかったんですよね。っていうのは、うつって聞くと舐めたものじゃないというか、うつになった方々ってすごい思いをして日々生きてらっしゃると思ってて、私が簡単にうつでしたとかって言えるような感じでもないですし、だから気安くうつっていう言葉を使いたくもないし、言えないんですけど、精神的に辛かったとかきつい時期だったとか、そういう言葉、うつっぽかったっていう言葉が一番しっくりくるんですね。気づかなかったんですよ、その時自分がそうだったって。ただどんどん沼に入っていって、自分でも想像以上にひどくなってることに気づかなかったっていうのはあるんですね。その理由っていうのはその後で説明するんですけど、その時の症状が毎朝地獄の気分で目覚める。うつそんなもんじゃねえよっていう人はもう本当にいっぱいいると思うんですけど、私の中では本当に苦しい時期でした。今までの中で。本当にその時は動画の頻度も少なかったし、人とも会えなくなっちゃって、ずっと仲良かった友達とかにも、連絡メールもできなくなっちゃったりとか、毎日悪夢を見る、一歩も部屋から出れないとか、ずっと寝てた。現実逃避で相談できてた人にも相談ができなくなっちゃったんですよ。同じことでしか悩んでないから。1週間に1回とか毎日最近どうなのって、なんで悩んでんのって言われて、毎日同じことしかないんですよ。例えば自分が許せないとか、もっとこうできるはずなのにとか、みんな前に進んでんのに私だけ停滞してるとか、そういうことをしか話せなくなっちゃって、楽しい話題も一つも出てこない。毎日それを言われ続けてきたら、すごい悪いエネルギーを上げちゃうし、友達もなんかそろそろ乗り越えろよとか、長すぎて期間って思われるんじゃないかなと思って、申し訳なかったし、本当に連絡できなくなっちゃったんですよね。悪い影響を与えてるなと思って、自分で溜め込む、消化できない、でもおかしくなるみたいな感じでした。もう目が開いてなかったんですよ、私会ってた時。こんな感じで、友達に心理カウンセラーを勧められて、ただ高すぎるんですよ、こっちは。高すぎちゃって。そう、でも私高校の時もずっとカウンセラーに通ってて、日本でカウンセラーに通うとか聞いたら、なんかすごいちょっと惹かれるみたいなこととか、なんか結構大丈夫ってなりがちなんですけど、こっちでは本当に普通なんですよ、カウンセラーって。私の友達もついてる人がすごく多いし、オンラインで。元気の時もカウンセラーと喋ってるって言ってました。自分の気持ちを話して心の整理をするために元気な時もいる。そうで、その理由っていうのが、あと多すぎちゃって、いろんな理由が。まず一つ目、理想が高すぎる。目標がすごい私すぐ立てる人で、留学を成功させるっていうのが目標だったんですけど、留学を成功させるってまず何っていう話じゃないですか。英語がペラペラ話せるとか、たくさん友達を作るとか、今までいなかった価値観を得るとか、全部欲しかったんですよ、私は。で、実際学校が想像と違ったりとか、やっぱりその英語を上達させるにはもう人と話していくしかないんですね。
だけど私の場合はなんか、例えばちょっと言葉が詰まった時とかに相手に気を使わせてるんじゃないかとか、なんかそのつまんないんじゃないかなとか、そういうことを考えすぎちゃって、でもそうなっちゃうんですけど、ありのままで話せない自分がいて、なんかそういう自分が本当に嫌だったし、比べて自分の理想がまず高いから、なんで手に入れられないんだろう自分は、愚かな人間感じで思っちゃったんですよね。だったりとか、あと家を常に変えてたんですね。私1年で8回引っ越したんですけど、新しく入った家があるんですよ。40代のおじさん、夫婦、18歳の女の子、私でシェアハウスしてたんですね。で、入った当日に、その日に、事件が起きて、その日に。で、その家を出ることになるんですね。40代のおじさんが問題だったんですけど、ナイフベッドにいつも持って気をかけて出れないぐらいでした。なんかそのお部屋を譲ってくれた人っていうのが日本人の人だったんですけど、その人に連絡をして言ったら、実はお風呂覗かれるとか勝手に部屋入られるとか、そういうことがあったらしくて、そのお風呂が変な構造になってて、家がその男の人の部屋に2つドアがあるんですよ。でその1つのドアを開けたら、そのままみんなが一緒に使ってるお風呂場に直通できるんですよ。でその人の職業が鍵職人なんですよ。だから合鍵なんていくらでも作れるし、だからおじさんとシェアハウスの家はもう本当にダメ、絶対にダメ。18歳、一緒に住んでる18歳の女の子も危ない目に遭ってたらしくて、その子も出てきました。で今聞いたら、その住人、その男の人以外はもう全員出て行ったみたいです。その男の人だけが残っちゃった。結局逃げたくて内見に来た時に、あまりの小ささにちょっとびっくりしたんですけど、直感でここに住んでる自分を知りたいと思ったんですよ。もうここが救ってくれる気がすると思って、自分を場所を変えました。そして転機が訪れたんですね。ある日、今年の5月あたりかなに未知の病にかかり、ずっと寝込んでたんです。植物に接触したのかな、わかんないんですけど、植物に接触した瞬間に高熱にかかり、約2週間ほど寝込むっていうことが起きまして、2週間あの小さな下駄箱みたいな部屋にカーテン閉めて、暗闇の中でベッドの上に天井を一生見続けて、一人で2週間過ごしたんですね。で、私その時強制的に何もできない日々が続いたんですよ。熱が晴れた時にすごい色が変わったんですよね。自分が今までこんだけ下を向いてグレーの世界で生きてたんだろうと思って解放されたんですよ。いつも何かしなくちゃいけないっていうタスクをすごく強く持ってて、それができない自分が嫌いで、それに苦しんで、プレッシャーに苦しんでとかだったんですけど、神様が強制的に私を休ませたんだと思うんですけど、強制的にそれをしなくていい日が続いた時に全く違うんですよね。そう、わーって開けた感じ。1週間無の時間が続いて、悟りを開いたのかもしれないですね。瞑想してたのかもしれないですけど、外を歩いても目が半開きで歩くようになって、あー、軽い。それに自分で気づいてさえもいなかった。初めて今気づいたっていう。自分がどれだけやばかったかってことに。そこから結構精神が変わりましたね。でちょうどそのすごい鬱の時、精神が悟りを開いて変わったこの瞬間に、ハッピーアクシデント、その本を角川さんとやり取りしてた時期で、恋ドロドロ頭おかしかった自分と悟りを開いた自分が本の中にいるなっていうふうに思います。前はもうこんな感じで、もうそう鬱って言ったらですけど、上に上がった分どん底に落ちるんで、気分が楽しいことが起こると怖くなるんですよ。来る来るって、でその倍辛いのが来るから、楽しい自分が怖いっていうような状況だったので、今は本当に波に乗ってます。うまくサーフィンみたいな感じでうまくバランスをとって、留学は俗との戦いですね。まあ留学をしたせいで起きたっていうよりも、留学っていうものを通して本当のその自分の
向き合うべきものに向き合えたっていう方が近いかもしれないです。なんかてかもう思い出したらもう真っ黒ですね、記憶が。そう。でもマジで寝れない時、ラジオとかでも寝られない。そうやって何を聞いても寝れない場合は、なんか iPhone の機能にあるバックグラウンド再生ってやつがめっちゃ良くて、さざ波とか雨っていうのを聞きながら毎回ぐっすり寝てるのでおすすめです。今私会の時に本当に皆さん悩んでるんですっていう方がすごく多かったから、こういう話をして、そっかみんなあるよね、みんな悩んでるよねっていうのが伝わればいいかなと思いました。ということでありがとうございました。じゃあまた次回会いましょう。